結構僕衝撃だったのが、この町に来てやれることがないっていう。やれることがない。衝撃でした。僕、何ができますかって言われたら、エクセルとかパワポとかですかねみたいな感じじゃないですか。でもこの町の人たちってみんななんかできることがあるんですよ。なんか自分たちで考えて自分たちで動いていく人たちが本当多かったので、なんか俺やることねえぞみたいな。僕なんか東大まで行って何勉強してきたのかなみたいな。もう鯖江にあるのは、作る文化そのもので、僕最近、作ることの民主化っていう言葉を使ってるんですけど、どういうことかっていうと、作るっていう文化、作るっていうのはまさに主であるということと意味は全く同じなんですけれども、作るっていうことをみんなが当たり前にするようになっていくような、社会あるいは文化っていうのが本当に大事だなと思ってるんです。でそういう意味ではこの町の人たちってやっぱ物も作っている人たちなので、自分の周りで必要だなと思ったものはお店に買いに行くんじゃなくて、基本的にまずはどうやったら作れるかっていうところから考えるんですよね。作っていこうっていう文化が、あるからこそ、なんかそういう文化をみんな持っている気がしていて、緩い移住みたいなちょっと実験的なことに対しても、いいじゃん、やってみればいいじゃん、作ってみたらいいじゃんっていうような、他の人たちに対しても波及するような、それをもうちょっと拡張して、日本全体とかに広げていくってことが本当に大事なんじゃないかなというふうに思ってますね。内々だけで地域を改善できるっていうのはもう無理じゃなって思ってるわけですよね。外の目線で外の情報でいろんなことを変えていかないと、内側も変われないよねっていうのは薄々感じてましたよね。全くその通りでしたからね。青写真を自分が作ってるわけではないので、もう委ねてやってもらったんです。で、委ねてよかったなっていう。10年はやっぱかかるんですね、自分たちもやってて。10年経てば、景色が変わったこと、匂いが変わったこと、風が変わったことは、それは理解はかなりの人がしてくれるんだと思うんですよね。10年待つ前に、地域のリーダーの方々が、10年先から逆算したものの考え方をされて、先もった環境整備とか目標がどうだとか、そこはだからこらえないといけない。今必要なのはその適応、できてくださる若者もそうでしょうし、そこにずっと住んでいる私たちも、私が言わずにちょっと我慢をするのは結果的にはどうも正しかったようだなって感じるのも適応ですよね、実際に。昭和はこうだとか、ここの地域はこうだとかって、まず第一声で言ってしまうのは適応の反対の話ですよね。人と人がめっちゃ絡んでる。めっちゃ絡んでる。なんか圧倒的密なんですよ。人と人のつながり方とかスピードっていうか、私周りと違うから浮いたりしがちなんですけど、ここはみんなちょっとずつめっちゃ変だからすぐ馴染んだっていうか、初めての体験で変なものを見る目で見られないみたいなのが結構心地よくて、なんかここにいるとなんか何でもいいからやろうっていう気持ちにはいる。こうずっとぼーっとしてようとは思わないというか、僕はこの森バスにいるといろんな全然知らないことをやってる人と出会って知れたってのもそうだし、かなり幅が広がったみたいな、人生の幅が広がった。結構ちっちゃかったんで僕の幅は、それを変えてくれたというか、知れたというか。本でいるときはもうなんか誰かって思ったら本ですぐ浮かぶ本でみたいな、なんかシェアハウスに必要な人なんかもうなってるから、なんか
本ではどっか行くけど絶対帰ってくるっていうか、もうここの人おらんくても回るんですけどおらんくてもある。けどなんかけどおらんとダメなんですよ。ああ、でもすごいね、それ。なんか自分としてはなんか大きく3つ思ってることがあって、1つはこの町になんかいろんな価値観を持った人たちがどんどん入ってくる、これは結構じゃない人っていう言葉として出てくるんですけど、やっぱりこうものづくり関係の人、デザイン関係の人たちだけでこの6年間を作れていたんですけど、最近はものづくりもデザインも興味ない人たちがサバにどんどん面白がってきてくれる、で彼らたちが結構新しい価値をこの町にもたらしてくれてると思ってて、彼らのまたこう思考のアップデートみたいなやつが起きるような可能性があって、それがまあこう地域だとか産地の厚みにつながるなと思うので、そこはやっぱ絶対やっていきたい。あともう一個は、稼ぎ方のリーデザインっていうふうに思ってるんですが、まあ、その今芽生え出そうとしているその産業観光という、まあ、部分をちゃんとこう、構築をしていくことで、まあ、新しい稼ぎ方を作っていきたい。3つ目はね、まあ、そういった意味で言うとちょっと理につながっていくんですけど、その自分で考えて行動できる人もしくは事業所をどんだけ増やすかっていうのがすごい大事だと思ってて、やっぱりこう僕らデザイナーがどんだけこう頑張ったところでやっぱり一人相撲にしかならないんですよね。やっぱそういうこういい仕事とかいいプロジェクトっていうのはやっぱり双方の熱量とかやる気みたいなものにかなり左右されると思っているので、もっともっとこう自分たちで考えて行動できるとか、僕たちがこうアドバイスするんじゃなくて困難したんやけど思うぐらいの、山頂の流れになった方がもっと面白い未来を待っているなと。